もちろん。じゃあそれは一旦ここで今回は新作の紹介終わって、次回その兄貴のそのこだわりとアーカイブから掘り起こしたこの新作のレザーパンツについて話してもらいましょう。やってみますか。はい。OK です。はい、ということで。ということで、引き続きやっていきますか。はい、このまんま。先週がその新作のレザーパンツ紹介してもらってるんで、ジェネレーション。はい。これをファーストラストとして評価させる、に至った、経緯だったり、兄貴のこだわりの随所、アーカイブのレザーパンから、お話ししていただければ、お願いします。はい。自分がね、やっぱこうレザーパンツ履き始めたのって、中3とか高1だったと思うのね。色気づいてさ、どんどんこう濃い何かを手にしたい、見たいとかさ、そういう衝動に駆られて、無理して高いもんでも買ってたと思うの、バカみたいに。その頃に多分レザーパンツって履き始めてるから、もう30年履いてんだよね。数えてみると、確かめてみると。それってやっぱり1990年代だったりするわけなんです。その頃にこう手にしたアイテム、その頃にあった作られていたレザーパンツっていうのが今この2020年代にファーストラストでレザーパンツ提案するにあたってやっぱ根底にどっかあると思うね。その全てを作り変えるとかではないんだけど、やっぱりそういうこうアイデンティティみたいなのは必ずあると思う。だからそのルーツになったアイテムちょっと触れていこうかなと思ってます。はい。まずはこちらです。これは、初めて見ましたよ。兄貴のね。これさ、俺一応履けるんだけど、今も一応履けるんだけど、ウエストが28で。もう腹がさはち切れんばかりでさ、当時は普通に履けたってこと？ニッパチはいけたね俺は。多分でも1インチか 1.5 ぐらいしか変わってないんだけど腹は。でもちょっと無理だね。やっぱビールとか飲んでるからさ。いやすげえよ28は。でもマジ分かってくれると思うんだけど、これすごくない？すごいね。これどうやってさ当時ね、こう正反のそれを作ってさ、どんぐらいの幅でデータ作ってるのかわからないけど、プリントなんですよ。ね。で、革にプリントするって結構なあれだと思うのね。リスクがあると思う。できるとは思うけど、リスクがあると思う。そういった中で、当時のバンソンがリリースしていたレザーパンツですね。だからバンソンさんだからやっぱ裾は切りっぱなし。カウレザーだと思う。間違いない。牛なんで、多分そのレザーの、なんていうんでしょう、原端といいますか、自体は本当牛の皮の形なんですよ、こういう。で、使えるところで多分にこうプリントしてみたいなやり方なんですよ。多分ね。すげえ。細いでしょ。これね、シルエットも細いんですよ。僕が好きなシルエットではあるんですけど、ポケットもちっちゃくね。当時だからですか？28インチだから。いや、当時だからだと思うんだよね。このバチバチ感。すげえ色っぽいよね。でマジ実はこれオリジナルのフロントトップはもうぶっ壊れちゃったの。あまりにパツパツでポーン飛ぶっていう。だからちょっとこう付け替えてはいるんだけど、もうこれは2本爪のドーナツ使ってるから、そうそう飛ばないと思う。直してまで履き続ける、そういうスタイル。1本目このウッドランドカモのバンソンの、もちろんメイドイン USA レザーパンツ、ちょっと変わり種かな。これからインスピレーションがあって、新作のところにも行ってるシルエットとか。これからっていうのはね、その履いてきた経験とかそういうのはあるけど、ものとしてっていうのはあまり考えてない。
履いてきた経験とかそういうのはやっぱここにも血が通ってると思うな、ある種こう別物じゃない見た目同じまあもちろんもちろんバンソンでもさ、はい、2本目続いて、これも初出しの話もしかして初出しっすよ。初出しか。もう私物紹介ですよ。私物紹介、まあこれも同じバンソンなんだけど、私ちょっとさ触ってくれないこれ。舐めし方が明らか違うと思うんだよね。はい。違うでしょ。明らか違うよね。こっちの方がざらつきがないです。そうそうそう。こっちは硬いじゃん。脂肪感がある。同じ迷彩なんだけど全然違うんですよこれ。こちらもバンソンさんのレザーパンツ。これはちょっとまあウエストもある程度有してるんでまだ今でもたまに履いてるんですけど、ちょっと深い色目の柄が違うウッドランドね。これはまあ USA の、ショップ別注だと思うおそらく、ないしは、バックドロップの別注とかそういうノリだったかな、だから流通はそんな多くないんだよね。今はもう履いてる人も皆無だね俺以外見かけたことないここ数年まあでもすごい好きなパンツです。これあれなんですね、バックポケットが両方ジップなんですね。ああそう、先ほどとはちょっと違うよね。こっち叩きで。そう、叩きとジップ。それってやっぱ時代背景のトレンドがあるんですか？そんな変わらないけど、まあデザイナーさんのあれじゃない、ノリだと思うんだよ。多分当時の。俺も直に話したことはないからちょっとわからないけどさ。ポケットの深さとかも全然違うし。こちら結構これも全然タバコをねここで消してもらっても余裕なノリですね。まあ、迷彩のアプローチ、ファーストラストでもいつかこうできるかもしれないね。すごいスキルが必要だと思う、そういったところのなんか伏線にも後で見返してもらったらなってくるような放映会になれば僕も嬉しいんですけど。まあこれも初紹介か、そっか。いや、すごいですね。はい、これも赤い90年代バンソンです。まあファーストライバルのレザーパンツもそうだけど、マーシはよくこれを俺が履いてるのを目にしてるんじゃないかな。ね、バンソンの着用頻度が高い。僕は10代の頃から履いてるようなレザーパンツですね。結構もうボロボロでさ、ここら辺叩いて直してんだ。もう叩きでしか直せないからね、裏に皮を貼って。ケツなんかも裂けちゃってさ。ここなんかさ、マジ穴開いてるから、俺が赤パン履いてたらさ、見えるんじゃねえかって。早急に直さなきゃいけないんじゃないかっていうノリなんですね。はい。すごいお世話になってるカードです。それはそこまでして、兄貴が履く理由って何ですか？いやもうこれはやっぱ自分でいることの態度だよね。これだってもうこんなさ鉛のような重いレザーパンツ履いてるバカいないじゃんでもそれが多分自分だし、そこはやっぱ10代から変わってないから好きなものがそれを体現していくってさ、何か洋服でメッセージを伝えるとかさ、自分のものづくりを伝えるとかさしていく上でやっぱ当たり前だと思うんだよね。ただそれだけだと、まあ、根幹にはずっと好きっていう気持ちがあるから、大塚さんレザーパンツ好きとか言って何も履いてねえじゃんとかさ、そういうの俺嫌だからただそれだけなんじゃないかな。ただ好きで履いていや、アーカイブ紹介できてよかったよ。この3つの、ね、アーカイブがファーストラストのレザーパンツのルーツっていうことですよね。そうだ、簡単に言うとそうかな。まあもちろんそのバンソンさん以外にもショットとかねあるんだけど、やっぱ僕は
ライダースはショットにお世話になったけど、レザーパンって言ったらやっぱり一番バンソンとか、あとアンノーンの古着のレザーパンとかさ、リーバイスのスウェードのブーツカットとかさのレザーとかさに世話になってるから、やっぱりこういったファーストライバルとかジェネレーションとか制作する上でこういったところの、バックアップというかね、あったわけですよ、ルーツには。はい。面白い、すごいわ。まあ自分の私物のアーカイブ、ルーツ紹介っていう感じをね、お話できたかな。ちなみに、レザーパンってそのバンソン以外にショットとか持ってるんですか？持ってる持ってる。いや、それはまた次回ということで。まあそうだね、ちょっと期間空けて撮ってもいいかもしれない。まあね、ほんとレザーパンツ数枚持ってくるだけで相当重いですもんね。まあ肩にはくるね。もう四十肩にはちょっときついかなっていう領域だよね。まあ新品のも持ってるよ。ファーストラスト以外にも持ってるけど、フルーツヘッドさんのレザーパンツとか持ってるけど、おお、いいじゃないですか。まあもっと古いね、ショットとかあってもいいかもしれないし。あ、ちょっと話脱線して申し訳ないですけど、はいフルーツヘッドの、うん。例えばアパレルのアイテム、おー、アパレル。今までは全部アクセサリーじゃないですか。そうだね。はい。うん。まあ、雑貨といいますか、カテゴライズするおーベルトとか、アクセサリーね。はい、うんになると思うんですけど、アパレルうん。のものがあれば、それもちょっと売る前提でやりましょう。なるほど。はい、アパレル編。いや、全部アクセサリー確かにそういう発想なかったな。オッケーオッケー、やろうか。わかった。はい、そんな感じでね、今回は前回に続きレザーパンツ、ヒートアーカイブというところでご紹介、ご説明させていただきました。皆さんね、またコメントなんかもお待ちしておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。